疲れ様です。なんかね、もうちょっと頻繁にこっちのセカンドチャンネルにはもっと気軽に動画をアップしていこうとは思ってるんですけど、なんかいろんなことをやってると気づけば4日5日空いちゃうんですよね。で何をしていたかというと、また今週も相変わらず木を掘ってまして、で先週お伝えした通り、このク草というか木のカップを作りました。なんとかできました。あの結構ね、思ったより大変でした。この木が硬くて、でこのね、なんていうんですかね、フックナイフとかそういうの僕持ってないんで、丸のみでやったんで、まあそれでもまあなんとかカップになりました。それでね、なんか刃の研ぎ方とかもね、ナイフとか彫刻刀とかの研ぎ方をもっとちゃんと勉強しなきゃなと今回思いました。なんかちゃんと上手に研げるとね、全然やっぱり効率が違うんですよね。ザクザク掘れるし、でやっぱりね、でちゃんと切れるナイフだと怪我しにくいんですよね。あれですよね、料理の時も包丁があんまり切れない包丁を使ってる方が怪我しやすいって言いますよね。だいたい無理がかかる時とかめんどくさがったりする時が怪我するんですよね。今回も怪我なくできました。でこれまだ仕上げなんかくるみオイルかなんかがいいかなと思ったんですけど、くるみがなかったので、今年はもしかしたらあそこのくるみの木が初めて実るかもしれないので、そしたらくるみオイルもね手に入れられるんですけど、とりあえずね、なんかコーヒーのカスをこすり込んでちょっと色がつくかなと思ったんですけど、あんまり色はつきませんでした。あとなんか塩水で茹でたりするらしいんですけど、よくわかんないんで、もうちょっとちゃんと調べてからやってみようかなと思います。このままでもいけそうな気はしなくもないんですけど、もしかしたら割れてきちゃったりするかもしれないんでね。で来週はどうしようかな。もういよいよちょっといい加減、もう木彫りのスプーンとかお皿とかはこれでとりあえず一旦終わりです。今後ちょいちょい必要に応じてやっていこうと思ってます。であとは庭仕事もそろそろこの寒さが去ったら、多分ね来月頭ぐらいからだいぶ暖かくなるみたいなので、いろいろ刈り込んだりとかする予定です。でさっきこのポーチでお話しして、でまあ1時間ちょっとサックスを練習して、そういえばなんかこれでとりあえず木工というかカービングシリーズは終わりにしようかなって言ってたんですけど、そういえばね、まだ作りたいものがあるんですよ。別に急いでるわけじゃないんですけど、一つがこのね、この木、この穴開いてるでしょ。これあれなんですよ、パイプなんですよ。こういう状態で売られていて、あとはここを
自分で好きな形に削ってパイプにしましょうっていうやつなんですね。そういうキットで売ってて、これをね、僕、5、6年前にこれ買ったんですけど、いつか作ろうと思って置いておいたんですけど、ずっとこれの存在を忘れていて、で、ふと思い出したんですけど、もうすでに僕パイプやめてるんですよね、タバコを。だからどうしようかなと。でもパイプオリジナルっていうか、自分でパイプを作ったら吸いたくなっちゃいますよね。別にそんな完全に禁煙したって感じではないので、別にたまに吸う分にはいいかなとも思うんですけど、別にね、なんだろうな。僕はお酒も結局全然飲んでないんですよ、最近。あんだけビール好きだったのに。別に断酒したわけじゃないんですけども、習慣で飲むっていうのはなくなりました。なんか、うん、なんかいいことがあったからとか、人に誘われたからで、そういう飲む機会があれば全然飲むんですけど、何にもないのに毎日飲むっていうことがなくなって、だからね、なんか昔はね、若い頃はタバコやめるとか、お酒やめるとか、すごく苦労して、あの禁酒にチャレンジしては失敗したりしてたんですけど、なんかもう最近ね、なんででしょうね。多分誘惑が少ないんですよね。ここにいてこういう生活をしてると、別に外にバーに飲みに行けるわけでもないですし、うん、なんかね、東京にいた頃はなんか仕事の帰りとかにも居酒屋とかバーとかが家に帰るまでに無数にあるので、その誘惑に負けてふらふら飲んだりしてたんですけど、今はそういう誘惑がないので割と楽にやめれてるんですけど、うん、今でも都会に住んでたらもしかしたらやめるのが難しいかもしれないですね。何にせよちょっとこれを、来週じゃなくてもそのうちこれは作ってちょっとタバコを吸ってみようかなと思ってます。あともう一つですね、サックスのマウスピース、これ僕の一番気に入ってる、前にここが欠けてるのを金継ぎで直したやつですね。マウスピースってその時も説明しましたけど、こういう足でできたリードをここに固定して、でちょっとね隙間があるんですけど、ここを拭いてこのリードが振動することで音が鳴るんですね。って感じなんですよ。でこれはね樹脂なんですよね。で樹脂、これは何つったかな、この白いのは結構珍しいんですけど、だいたい黒なんですよ。これがエボナイトっていう樹脂でできていて、エボナイトっていうのは多分エボニー、黒炭ですね。エボニーっぽい樹脂、エボニーを模した樹脂ということでエボナイトなんだと思うんですけど、硬くて比重が重い木ですよね、黒炭って。で、何が言いたいかというと、なんかマウスピースを作れないかなと思っていて、自分のオリジナルで。で、なんか黒炭の端材はないかなと思って探したんですけど、なくて、ないんですけど、これはなんかスプーンとか作ってる。これはね、そこの銀泥かな。
でこれはね結構軽くて柔らかいのでマウスピースには向かないと思うんですよ。でうちにあったのがこれはね、なんだろう、昔ダイニングで使っていたテーブルの足なんですけど、これがねやたら硬くて重いんですよ。なんだろう、メープルかな、メープルかもしれない。白っぽいし、わかんないんですけど、これでねこういうマウスピースが作れないかなと今ちょっと思いつきで、そういうことを思いついてしまったんですよね。で、これってもう相当精密に作られてるものなんですよ。なんか大体サックスプレイヤーがマウスピース買う時ってこれを買うにしてもあの同じこれと同じ型番の製品を何本か出して吹き比べてこれにするって選ぶぐらい、同じ製品でもばらつきがあるぐらい精密なものなんですね。だからそれを僕が作れるとは思わないんですけど、ただこの形をなんか作ってみて、何でもいいから音が鳴ったら面白いなと思って、なのでちょっとねマウスピース作ってみようかなという無謀な挑戦をしてみようかなと思っています。それは別にねすぐやるわけではなくて、おいおい、なんか旋盤とかあったら結構楽に途中までは作れるのかな。旋盤っていうのはこういう材料をこう固定してバーッと回転させて、回転させるとこにこう刃物を当てて削っていく機械ですよね。それがあったら、かなり楽にある程度の形は作れるかなと思うんですけど、一番難しいのはこの穴とこのリードが当たる部分でね、ここの中の構造ですよね。これが難しいかなと思うんですけど、ちょっとやってみようかな。やったら面白そうだな、というちょっとした構想をここでメモ代わりにお話ししておきました。このパイプ作ったら視聴者さんにプレゼントするのもいいかもしれませんね。なんかたまにパイプのことでね書き込みがあるんですよね。前はね動画の中でよくタバコを吸っていて、なんか銘柄を聞かれたりもしてたんですけど、もしかしたら今でも視聴者さんの中でタバコ吸う方、パイプタバコをやる方いるかもしれないんで、これができた時にはプレゼントしようかなそんな感じで、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた来週かな、多分。